って回したらでよっしゃー、できたー。おはようございます。はじめまして、JP です。よろしくお願いします。お願いします。はい。すごい大きな家ですね。うわ。どんな馬ですか。いやいや、思ってたより全然綺麗。あ、いや、よかった。2枚スライドにする。2枚じゃ2列スライドで 4枚だね。で上段の引き出しで下段の引き出しで、これは、今スライドなんで、これは再利用。紙やすり120番と240番1枚ずつ、1x6 台と 1x4 台、これ 1x3 台を買ってきました。であとね 2x4 あっちの方にあるけどね、買ってきて、ほとんどこれは、箱スライドの引き出しの部分、ね、に使う材料です。 1x4 は、柱、あとスライドレールがこれすごかった。めちゃくちゃ安かったんですけど、これ1セット900円ぐらいなんですよ。こんな安いスライドレール初めて見ました。ビバホームブランドみたいです。あとはこれが前板に使う材料ですね。これをカットして使っていきます。これが、引き出しの底板、あとはこれ取っ手と、大小ですね。であとこの衝撃止め、スライドレールのこの衝撃止めと、あとヒンジですね。ヒンジが2種類。これが、オイルステインですね。欅、いろいろ迷ったけどこれをチョイスしました。で最後の仕上げ剤として、ウレタンスプレー。あ、そういうの出した方がいいですね。できるじゃないですか、練習の成果。ちゃんとできる。これもいきましょう。どんどんいってください。あ、そうですそうです。壊しちゃうで、壊し。任してください。これ時はね、ちょっと押さえながら、向こうに押す力が結構いるんですよ。グッと押しながら出ましたら、押しながらせんかとこいつが絡まれて、この山が潰れるんですよ。なんかこう色の濃いさが、色素がもう下に沈殿して、なんか上は薄いみたいなことになりかねんので、振ってもらって、で開けて、ちょっとこうしごきながら落としておいてもらって、で側面と全面塗りたいんですよね。全面。
の役割するんですよ。あれこんな感じ。じゃあもう5時なんで、はい、今日はこれにてではい終わりです、はい、じゃあまた明日は天板切っとくんで、はい、塗るところとか、はい、いろいろやってもらいたいと思います。はい、はい、今日はこれで終わりです。はい。横切りをして、で縦横っていうのはこの木ってこう線が通ってるんですよ。はい。こっち方向に。でこれに対して横に切るのが横切りなんですよ。でこっちの方向に切るのが縦切り。線と同じ方向に。で横切りはこっちの細かい方でこうやって切っていくんですけど。使い分ける。そう。で縦はさっき言った縦切りの方。線と縦と同じ方向にこっちを使う。でこの線に沿ってこれをお願いします。はい。これ入らないですね。ちょっと寸法切らんと。当たってます？当たってるかな。ちっちゃい頃から表で無駄になんかのこぎであーいろんなの切ったりやっとった変なもん来てそれが今になって生きとるね。出るナイス。きれいきれい。いいね。やった。オッケー。落とすからこれだけ縦にギュンギュンと切り込み入れとってこう当てて当てるやん。当ててここで持っといてでパーンと。おお。これはい同じように。あぶねえ。話すか。じゃあこれ前板になります。これがねこうくっついていくんですけど、これぐらいかな。ちょっと角が取れるぐらい。うん。でこの四方全部いきたいんですよ。ちょっとこう角が取れるね。でこれで昨日これね塗装してもらったように同じように塗装してもらうと。塗装ははい。全部の面。全部の面です。このはいこっちもこっちも。これなんか穴開いてる。またベシベシに取らないでね。飛ばさないでねじゃなくて飛ばないでねなんだ。どう？やらかした。ちょっとこの表面の氷を取りたいですね。このまま固まっていくんで。
大砲を挟み込みたいです。この木裏木表ってあるんですけど、はい、この表の方を横に向けましょうか。こうなってるじゃないですか、アーチ。ああ、はい。でこっちが表なんです。でこっちが裏。で箱の室内側に向けるって感じですかね。はい。表を室内側に、はい、はい、つけていきましょうか。これまっすぐがいいですね。全然入ってこへん。ここまでここ？抜けやん。回しながら抜かね。もうちょっと？そんな感じ。つらしっかり合わせて、はい、これをちょっとだけめり込むぐらいですね。こういうふうに、はい、ぐーっとめり込ましすぎたらちょっと弱になるんで、はい、こんな感じで。スライドレールつけるときなんですけど、はい、こういうふうに枝を置いて5ミリぐらいの、はい、でこの上にドンと乗せて、でこれをこの柱に取り付けたいんですけど、これね押すタイプですよね。で押して出したらこのビスの穴が見えてくるんですよ。はい、見えますね。見えてますね。はい、でこのビス穴にビスを打つ。この下に木をかませる理由っていうのは何なんですか？ここへかませて、これね、間を置けて。そうね、間置いた方が底が吸ったりとか箱の、はい、うん、その辺の防ぎですね。ということです。うん、これでいけると思うな。あ、そうか、ぶつかっとんな。よし。じゃあ。すごい、すごいですよ。わあ、すげえ。お。やってるうちに、だんだん容量が分かってきますよね。速くなってくるんで。そうそうそう。上手にできてくるし。ちょっと大きい箱は難しいですね。大きい方は難しいですね。難しいですね。ちっちゃいのは、意外と簡単にできちゃう。そうそうそう。こうやってみていろんなことがこう分かるなっていう。面白い。よいしょ。
はいケース。できんかな。はまった。またちょっとやっぱ干渉しますか。ちょっと削りましょうか。削っていただいてもいいですか。よし、ありがとうございます。いいですね。いいじゃないですか。ちょい。一緒。ここ上がって一緒。大丈夫。一緒。いいよ。これめっちゃ斜めやね。上の方でいける。あ、見合い押し込む。お、いい感じ。いい感じ。おお。すごい。ね。どうされました？私が1枚忘れていた。1枚忘れてました。あれよ、そういうことも。何があったんですか？1回目言ったのに1回目のところで切ったっていう。知恵熱で取ら知恵熱。あれ今からこの部分を塗装していくんですけど、ちょっと乗りにくそうな感じあるんで、ちょっと傷つけるのに、ハンディにこう、ガーッとしていきますね。240番です。マスキングテープをつけたくないところに貼っていきます。よっしゃー、できたー。絶対いいじゃないですか。よいしょー。うまくいった。今回はこのキッチンっていうのはいろんなこの作業の種類がこまごまと全部違っていくんで、まあ普通に難易度高いなっていう、こう床とかなんかこうバーンとこう、2
人数かければかけるほど伸びていくけど、一緒に幅合わせながらやっていくと考えすぎてしょうもないミス連発したと思う。まあでもこの出来上がった後のこの回収感はめっちゃでかいです。しね、なんかちょっと途中はやばいかなっていうのがあったんで、全部回収したなっていう感じですかね、息子とかの子供がすごい頑張ってくれて、すごいなんかこう家族の新しい楽しみができたかなっていう、すごいいい思い出になりました。満足です。とにかく満足です。子供たちの友達も喜んできてくれるんじゃないかなと思います。今回は長野県飯田市に来ました。すごい景色やばい。でも頑張って撮りましょうこれ。